お、自分で言えないんだけど美味しいです。はい、皆さんこんにちは、柴崎です。もう夕方ね5時今になりまして、これから今日の夕飯ね作ってみたいと思います。それでは、僕の今日の料理見てくださいね。材料ですね。実はねこの中に入ってるんですけどね、タコです。これね昨日海の近くに住むね私いとこが持ってきまして、じゃあバラバラにしましたので、一番まずね美味しそうなとこだけ切り取ります。これがいいなね。このいいとこだけ使って作ります。野菜ね、玉ねぎです。ここらね大概つるってやって火を切ったりするんですね。僕も何遍か切りましたけど。はい、ではこいつをそうだな、結構美味しそうだから半分ぐらい使っちゃおうかな。みじんでいいな。ではこれをちょっとね、塩で軽くね揉みます。塩ですね。塩をちょっと振って軽く揉みます。玉ねぎを塩にしてしばらく塩が馴染む間にタコを切ります。タコはぶつ切りです。もう茹でてあるのでねとても柔らかいです。で塩茹でしてあるのでもう薄く塩味がついてます。少し大きさがこう違ったぐらいの方が歯ごたえの変化があってそれも楽しいんですね。はい、じゃあ切りましたね。本当にこう輪切りです。これをお皿にもう盛ってしまいます。これはもうワイルドにこんな感じかやってて楽しいですね。この作ってる段階で自分の手触りで手でなんかもう味を見てるって感じがしますね。はい、では次にさっきの玉ねぎですね。今塩にしてありますのでこれを軽く塩を流します。軽くですね。流したらいつもの通り軽く絞ります。これを上にバラバラと乗っけます。もう単純でいいでしょう。シンプルがベストですね。ちょっとタコがこう見えるぐらいのがいいですね。そうしたらここに今から秘密のものをかけます。はい、これですなんか怪しげな液体でしょ普通こんなの見たら逃げ出しますよね。これはね私が今年の春に収穫した梅から作った梅酢です。これがね結構美味しいんですよ。これをねただかけるだけです、ね、ちょっとやってみますね。色も変わって綺麗ですよ。でもねここで気をつけなきゃいけないんだよね。これものすごくしょっぱいのでかけすぎないということがただそれだけです。コツはかけすぎない。だから恐る恐る手加減しながらそっとほら綺麗でしょ。白い皿に白いタコ、白い玉ねぎ、そこにこのねかすかなピンク、もうこれがたまらないですね。でもかけすぎない。後でねこれをこうやってちょうどいい味になるので、もうこのくらいがいいかと思います。さあこれでまず1品目が完成です。簡単だったでしょ。さあ1品できたんだけどね、でもさっき実はまだ残ってもありましたよね。覚えてます？これなんですよ。足の先っぽとこの部分ですね。これを使ってもう1品作ります。まずここね汚れがいっぱい入っているのでこいつをもう一回きれいに洗います。これが残ってると結構ジャリジャリするんですね。ここをきれいに洗うということが結構大事ですね。ここの皮なんか抜いた方がいいですね。はい、そうしたらこのタコをですねさっきよりももっとぶつ切りにします。もう乱雑なぶつ切りですね。こんな感じかな。ここでどんな美味しくなるかなってこう
考えてるのが楽しいね、この段階で。こんなもんですね。はい、切りました。で、このタコにね、今日合わせる野菜があります。それがね、大根です。大根はもうさっき準備もよくこう切ってあります。この大根とタコを使って今からタコの大根煮を作ります。煮物ですね。はい。ではこれを煮るのにね、圧力鍋です。ここにみんな叩き込んでしまいます。がっさりとですね。入れちゃいます。これが。で、今日はほとんど水入れません。この大根から水が出るのでね、このままです。市販のめんつゆです。これを、ただこれ結構ね、しょっぱいので、皆さんもご存知のように、最初少し少なめ入れましょうか。足らなかったら食べるときにかけてもいいですもんね。こんなもんかなというふうに、ほとんど目分量ですね。絵を描くと同じですね。感覚ですね。さあ、できましたので、蓋をして、OK。はい。ではセットしましたので、出来上がるのをちょっと待ってます。もうすぐできますね。ちょっとお待ちください。私の得意なのはね、こう作りながらね、もう掃除してしまうということですね。大概料理して嫌われるタイプっていうのは、ここ横しっぱなし。僕はそれが嫌いなので、使ったらそのまますぐ掃除していく。きれいに整理つけた方が気持ちいいですよね。ピーピー言ってきたでしょ。もうこれもね、言うと本当に感覚なんだよね、僕は。何分やるとか、どうこうってほとんどわからない。多分言えたんじゃないかなって鍋に聞いてみる。もう絵を描くのといつも同じです。だからよく色を混ぜるのにこれどのくらいですかなんて聞かれるんだけど、もうそこは感覚だよってしか言いようがないんだよね。今日のタコの煮物も同じです。さっき火にかけたから5分ぐらい経ったので、煮えたかなと思います。でもタコもね、大根ね、いずれも生で食べられるので、生煮でもいいよね。火消して食べてみましょう。で、せっかちなね、料理としては、これをこのポッチが気圧が下がるの待ってらんないので、もうこのまだカンカンしたやつをね、ものすごい熱いんだよね。これをもういきなり冷やしてます。これで気圧が十分下がっちゃいますので開けちゃいます。どうかな。これで真っ黒焦げになってたってことよくあるんだけど、いい線にいってますね。さてどうかな。よしよし。今日こんな器をね用意しました。でここに持ってみます。どんな風にできたかな。一応なんかそれっぽく見えるね。このまま黙って赤坂あたりで出せば高級な料理に見えるかもわかんない。もちろん腕はさておいてね、この材料だけはもう新鮮ピカイチですね。もう道の駅で買ってきた取れたての大根と、昨日いとこが持ってきてくれた海で取れたての、タコなんですからね。この材料は間違いない。ちょっとお次も足そうかな。出汁が出ていいかもね。はい、では料理ができましたよ。ではね、見てくださいね。こちらです。はい、一つのタコから2つのお料理、なかなかアイデアでしょ。もう全然見た目もそれから味も違うもんですね。ではこれをね、まずこちらからね、ちょっとこれ混ぜますね。ほら、なんかもうピンク色になってなかなか綺麗ですよね。でこれをね、とにかく美味しく食べるコツはこう混ぜてしまうことですね。混ぜると見た感じは良くないんだけど、そ
どれも料理はとにかく味ですので、しっかり混ぜてですね。でもさっき言ったこれ梅酢ですから結構酸っぱいし、でも爽やかなんですね。さて、じゃあ1個食べてみようかな。これ食べようかな。自分で言うんだけど美味しいです。やっぱり梅酢のその爽やかな酸っぱさ、そしてこう噛むとタコの味がじっと出てきてね、これはいいですね。僕のいとこもなかなかいいもの送ってくれた。じゃあ、玉ねぎも一緒に。ちょうどいいね。素晴らしい。自分対自分の料理を思いちゃう。じゃあ、はい。じゃあ今度はこっちの煮物見てみるかな。こっちも多分間違いないと思うんだけど、どうだろう。タコね。ほら、結構艶よくなんか煮えてますよね。味はめんつゆだからね。食べてみる。どうだろう。味は美味しい。めんつゆだから。硬さ、どうな、僕の入れ歯には少し弾力ありすぎるかな。この吹き出しちゃった。若い人にして相当いいね。でも食べれなくない。もちろん美味しい。大根はどうだ。大根バッチリですね。ご飯が欲しい、そういう感じです。はい、もう結構今回大成功でした。初めてのね、柴崎の料理を、料理ってほども分かんないけど、クッキングね、ちょっと見てもらいました。これからね、機会見つけてはこんな動画を流してね、皆さんに柴崎の日常を見ていただこうかなって思ってます。時々こうやってね、僕の、料理なんかも見てください。はい、ありがとうございました。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。